ティーブ、日本の主食は米だよ。日本の米は世界一美味しいものだよって。スティーブの国の主食は正直考えたこと、答えにくいことですよね。今日、日本の米についていろいろお話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。始まる前に大切な知らせがあります。近日中に初めての本を出します。本が出ますので、こっちに QR コードを入れておくので、Amazon でもう先に予約を入れていただけますので、結構面白いと思うので、よかったらチェックしてぜひ買ってください。よろしくお願いいたします。スティーブの国の就職は何ですかと。その就職というのは考えたことないんですよね、正直に。でも日本人はやっぱり就職で答えれない人はいないですよね。米、ライス、ご飯ですよね。私はアメリカ人としては答えることはできなかったんですが、すごいな、ご飯の意味。私もちょうど90年代日本に住んでると米不足という時があったことを覚えてるんですよね。タイ米を入れたりとか、海外、東アジアからも入れたりする時もあったんですが、それまではそんなにライスに対して白いライスとブラウンライスぐらいの違いしかあんまり頭になかった俺が、やっぱり日本の米、日本の主食はライス。味が違う、作り方が違う、味が違う。日本食に一番合うのは日本のご飯だというのは私その時からよく気づきました。新幹線乗るのが大好きです。東京、大阪、日本の大きな街も大好きなんですが、昔からもっと好きだったのは日本の田舎。普通の人は行こうとしないようなところに行くのが大好きなんですよね。車に乗って走ったり、新幹線通ってその駅と駅の間の田舎を通ったりするのが日本の風景を見るのが好きなんですよね。昔からすごい日本の風景が独特だったのは、特にアメリカ人から見ると、飛行機で入ってくるときも、新幹線も乗るときも周りを見ると、田んぼが多い。上から見ると綺麗に田んぼが見えること。やっぱり季節の違いで色が変わったりとか、田んぼを通るときのその音とか、カエルの音とか、とにかくアメリカにないような風景だったのは、外国人としてそこを見てすごいなと思って。アメリカ的な考え方だったんですが、ちっちゃいものなんですが、一人、二人、おじいちゃん、おばあちゃん、若い人もいたと思うんですけど、軽トラとか持って、そこで一生懸命、日本の就職の米を作ってるのは、日本だな。なんかすごい日本っぽいところがあったんですよね。が、数年前から同じ新幹線乗ったり、飛行機に乗ったり、日本の田んぼなどの田舎とかを見たりするすごい気になったところがあります。太陽光パネル。太陽光パネルを初めて気づいたのは何年前からなのかなと。ただ、もともとあった稲を育ってるところが、正直にブサイクな綺麗ではない変な太陽光パネルになってるのを見たら、これ何なぜこうなってるのか、誰がこんなことを考えてるのかよりも、就職であった。日本の誰でも同じ答えをしようとする就職である米っていうのは、太陽光パネル用にその場所を取っていいの？もともとそんなに育つところがそんなに広くない日本の中で、わずかの少ないところの中で、太陽光パネル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 。で、またその数年前から、また最近また同じ太陽光パネルを見ると、錆びたり、汚くなったり、実際に動いてるのか、どうなってるのかっていうことは、私も気になってるんですよね。もともとカリフォルニアに住んでたスティーブ。今、テキサスに引っ越してきて、やっぱり太陽光パネル、太陽光パネル、太陽光パネル、みんな太陽光パネルよりという、プッシュがもう10年、十数年前からもあったんですよね。家にこれ入れないといけない、こうだ、どうな。ただね、いつも思ったんですよね。誰が儲けてるの？この太陽光パネルのことで。なぜこんなに勢いで、太陽光パネル、太陽光パネル、これ作らないと、この土地をこうしなきゃ、ああしなきゃというのは誰の考えなのか。電気自動車、これ使用者、もう燃料とかもなくしようとか、太陽光とか風車などのことで電気を作りましょうというのは誰の考え？同じカリフォルニア、ニューヨーク、海岸でもともと天国であった州を壊した人たちの考え方なのでしょうか？
日本もそうだし、アメリカもそうだ、排出量をゼロにしようという目指す世界とかっていう言ってる人たちが、そのソーラーパネルは言ってたんですよね。もうこれにしよう、あれにしよう、風車にしようとかっていうことの人たちなんですよね。実際にどうなったんですか、その時から。まず一つ言えるのは、儲けた人がいますよね、この中で。少なくて言えるのは中国。太陽光パネルは何割が中国から来るのでしょうか。アメリカにも日本にも、メイドインジャパンの太陽光パネルはどのぐらいがあるのでしょうか。メイドインアメリカの太陽光パネルはどのぐらいあるのでしょうか。非常に少ないです。中国にもうどんどん農家があって太陽光パネルを入れて、ソーラーファームとか、日本だって山ほどがありますよね。メガソーラーっていうところって、プラスになってるのでしょうか。その田んぼを日本の主食である米をなくして、太陽光パネルその代わりに入れることは誰にプラスになってるんです。その農家の方々にプラスになってるのでしょうか。農家の方々に一人一人にはプラスになってたとしても、日本全国から、特に今、米がない、米が高い、これはあって、他の理由もいっぱいあると分かってるんですが、太陽光パネルを入れよう、入れよう、もう田んぼなくしよう、別にしなくてもこれ入れる、もっと楽に儲かるとかっていうアプローチは正しかったのでしょうか。今の米不足とかなどに何か影響が少しでもあったのでしょうか。例えば、太陽光パネルは田んぼの一部だけに入れたとしても、影はあるのでしょうか、太陽光パネルで。影でうまく同じ美味しい米を作れるのでしょうか。太陽光パネルが錆びちゃったりとか、何が漏れるのかとか、絶対何かね、そういう土とかに入っていくものがあるのでしょうか。錆びたり錆びたりあるんだけど、他に何がある？バッテリーとか電池とかなどなどのパーツがあって、それは環境に優しいのでしょうか。昔からいつも思ってたんですよね。みんな環境を言いながら環境を守りましょうという太陽光パネルにしようと言って、山一つをメガソーラーになって、なぜなぜこれを俺らは国民を許しているのか、こういうこと。就職である田んぼがおって、他いろんな課題があると分かってるんですが、もともと日本のお米を美味しいお米を作るところにソーラーを入れることは正しかったと思う。正しい道だと思う。山を全部一つなくして、環境とみんな言いながら山をなくして、木を切って、そこにいた動物とかはどこにいるのか。アメリカで風車ってもう長年見てる、今アメリカのカリフォルニアも州でテキサスまでも、西テキサスも見てくださいよ。風車だらけのところがあって、綺麗に見えるよりも、風車の周辺に死んでる鳥はどのぐらいいるかということは報道されますか？風車のある島とかに、西海岸、東海岸の海にも風車を入れて、クジラがいっぱい死んでるのは発見されてますよね。クジラはめったに見ないのに死んでる。なぜ死んじゃったのかっていう、クジラとかの死体発見されるのが多いんですよ。関係ある？関係ない？環境のと言ってる人たちが、この人たちが目的は何なんでしょうかね。お金。いつも言うんですけど、お金。どこからどんだけ裏でお金もらってるのか、それをプッシュするために。あまりにも何でもそうなんだけど、この、ソーラーにしよう、排出物をゼロにしよう、あと何年しかない、この世の中は終わりという言葉に要注意しましょう。目標は違うような気がします。就職は何ですかと答えれない。私から見て、日本大好きなアメリカ人として、アメリカは大好きなアメリカ人として、日本もリスペクトするアメリカ人として、そのご飯だよ。もちろん就職。就職はご飯ですよと。そこまで日本人一人一人になっちゃってるところを今度、ソーラーとか、この過激アホたちの考えで、日本の大切にしなきゃいけないところが失うことが非常にもったいないなと、最近思っております。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。先ほどその大切な知らせの本について、また説明させていただいたんですが、もう一度 QR コードを入れておきますので、予約の方をよろしくお願いいたします。そしてスティーブ的視点のこういう独占グッズもあります。日本国内に在庫があるんで、新商品はstevepob.jp にあります。
Amazon にも一部があるんですが、一番新しいものをこのウェブサイトにしかないので、ぜひチェックしてみてください。そして最後に、YouTube 以外にも X、Instagram もやってます。Facebook と Instagram も同じなんですが、もうやってるので、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。YouTube やっぱりアップするまで時間かかるので、もっと早い、より早い情報が、@Steve'sPOV の X と Instagram もフォローをよろしくお願いいたします。どこまで今日のトピックに入ろうとするのか、もうちょっと考えたんですが、日本人をリスペクトする、日本をリスペクトする、日本大好き。日本は日本人の国です。毎回行くたびに大きく変わっているところ、いろいろな面で変わるのは仕方ないかもしれない。早すぎる。変に変わっているところを見ると、なんか言わなきゃいけないなと思って、今回この田んぼ、空と日本の就職の米について、私の視点、私の意見を言わせていただきました。誠にありがとうございました。日々、前進、前向きに、サムズアップ的に、笑顔でやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。では。